こんにちは、東京ベジライフです。ヴィーガンの人にとってこの食材だけはなかなか諦められないというものがあると思います。私の場合、それは卵でした。ヴィーガンになってからも卵料理が食べたいなと思うことがよくありましたが、最近ある食材を発見してから新しい世界が広がったので、今日は卵風料理のレシピをシェアしていきたいと思います。今日ご紹介するレシピでは一部電子レンジを使用します。電子レンジの使用については否定的な方もいらっしゃると思いますので、フライパンでの調理にするなどご自身の判断でアレンジをお願いします。それでは始めていきましょう。最近発見した食材というのはブラックソルトです。ブラックソルトはヒマラヤの岩塩で硫黄の香りがするので、豆腐など卵に似た食感の食材と合わせると味もとても卵に近くなります。まずは水切りした木綿豆腐を使った3品をご紹介します。硬い木綿豆腐は固まりやすく、ソースと和えたり火を通しても歯ごたえが残るのが特徴です。豆腐の水切りの方法はいろいろありますが、小さいボウルの上に置いたざるに豆腐を置き、その上にお皿を置いてジャムの瓶などで重しをし、数時間から一晩冷蔵庫に置いておくと時間はかかりますが、簡単にしっかり水切りができます。最初にクリーミーで豆腐感が全くないキッシュを作ります。まずフィリングに入れる野菜を準備。小さな一口大に切ったブロッコリー半分約 80g を耐熱容器に入れ、塩麹小さじ1、オリーブオイル小さじ1を加え、混ぜ合わせたら電子レンジで2分ほど加熱し、少し硬さが残るくらい火を通します。生地はアーモンドプードル 25g、ひよこ豆の粉または大豆の粉 35g、おからパウダー 25g、コーンスターチ 25g、塩1つまみを合わせます。よく合わさったら真ん中を分け、オリーブオイル大さじ3、水大さじ2を入れ混ぜ合わせ、ゴムベラなどで生地がそぼろ状になるように切るように混ぜ合わせます。耐熱皿の底に生地を広げるようにして入れ、手で押し固めたら、耐熱皿の側面も同じように生地を押し固めていきます。フォークなどで底に穴を開け、180度に予熱したオーブンで10分焼きます。フィリングは生のカシューナッツ4分の1カップを一晩浸水させておいたもの、木綿豆腐1丁 300g を水切りしたもの、豆乳4分の1カップ、ブラックソルト2つまみ、塩麹小さじ1、コーンスターチ大さじ2、ターメリック少々を滑らかになるまでブレンダーにかけます。ターメリックは苦味があるので入れすぎに注意し、加熱すると黄色みが増しますので、この時点でほんのり黄色いくらいにしておきます。焼き上がった生地にフィリングを半分ほど入れ、ブロッコリーを全体に広げるようにして入れます。残りのフィリングを入れ、表面を滑らかにしたら、180度のオーブンで35分ほど表面がきれいに色づくまで焼きます。焼きたてはフィリングが少し柔らかく、生地も崩れやすいので、常温または冷蔵庫で30分以上冷ましてから切り分けます。今回はブロッコリーを使いましたが、かぼちゃや白髪ネギ、ズッキーニなどお好きな野菜でお試しください。生地を作るのが面倒であれば、フィリングのみココットなどで焼けばスパニッシュオムレツ風になりますよ。次に簡単にできてランチにぴったりな卵風サンド。まず以前にも何回かご紹介している卵不使用のマヨネーズを作ります。絹豆腐半丁 150g を水切りしたもの、粒マスタード小さじ2、米酢小さじ2、レモンの搾り汁小さじ1、オリーブオイル大さじ2、塩1つまみを合わせ、ブレンダーで滑らかになるまで混ぜ合わせます。合わせた直後はサラサラとしていますので、少し冷蔵庫に置いてもったりとさせていきます。その間に水切りした豆腐をフォークなどでほぐします。木綿豆腐でも大丈夫ですが、島豆腐のような硬い豆腐で作ると食感がよりゆで卵に近づきます。ほぐした豆腐にターメリック少々、ブラックソルト少々、マヨネーズを適量加え混ぜ合わせたら、きゅうりや玉ねぎ、人参などお好みで野菜を加えます。そのままサラダとして美味しくいただけますが、パンに挟むとかなり完成度の高い卵風サンドになります。前の晩に豆腐を水切りしておけば、朝パッと作ることもできます。ぜひお試しください。木綿豆腐を水切りしておくと、お弁当にも便利なそぼろご飯風もパッとできます。水切りしほぐした木綿豆腐1カップに
ターメリック少々とブラックソルト少々を加え混ぜ合わせたら、耐熱容器に入れ塩麹小さじ1、米油小さじ1を加えてよく混ぜ合わせたら1分半ほど電子レンジで加熱して炒り卵風を作ります。生姜と醤油麹で味付けして電子レンジで同じように調理したそぼろ状の大豆ミートや高野豆腐とご飯にのせれば、2つの食感と色合いが食欲をそそる2色そぼろご飯になります。絹さややほうれん草、ピーマンなど緑の野菜を加えて3色ご飯にするのもいいですね。炒り卵風は米油をオリーブオイルにし、甘みのある塩麹ではなくブラックソルトを多めに使えば朝食にぴったりなスクランブルエッグ風になりますよ。次に豆腐とは違った独特の食感を持つ湯葉をお家で作って卵風にしていきます。無調整豆乳2カップにターメリック少々、ブラックソルト2つまみを加えて混ぜ合わせたら、ノンスティックのフライパンに入れ中火にかけます。表面にシワが寄ってきて膜が張ったら、豆腐すくいなどですくい上げます。豆乳がなくなるまで繰り返しますが、そのままだと湯葉同士がくっついてねとっとした食感になってしまうので、すくい上げた湯葉は水にさらしておきます。最後にざるに上げ、時間に余裕があれば何回か水で洗うと歯ごたえがシャキシャキとして食感がより良くなります。豆乳2カップで1/2カップほどの湯葉ができます。卵風湯葉はそのままオリーブオイルで炒め、ブラックソルトを少し加えれば豆腐よりさらに食感が近いスクランブルエッグ風になります。ビーガンバターを垂らしたりドライハーブを少し加えてもいいと思います。食材を足して炒めれば卵炒め風になります。今回は中華の定番トマトと卵炒め風にしていきます。トマト第1個を適当な大きさに切ったら、中火でフライパンを熱し米油小さじ2を入れます。トマトを入れさっと油を絡めたら、塩麹小さじ1を加え炒め合わせます。一旦火を止め卵風湯葉を加えたら、再び中火でさっと炒め合わせて完成です。とろふわっとした食感がやみつきになる卵炒め風。チンゲン菜やニラ、レタス、ゴーヤ、ほうれん草などお好きな野菜と合わせてみてくださいね。卵風湯葉を使えば卵とじ風も簡単にできます。お水 100ml に醤油麹小さじ2と濃縮甘酒小さじ1を合わせた合わせ汁を煮立たせ、半月切りにした玉ねぎ小1/2個を加えます。玉ねぎが柔らかく煮えたら一旦火を止め、卵風湯葉を入れます。お好みで菜箸などで少し卵風湯葉を崩し、水溶き片栗粉小さじ2を加えかき混ぜます。再び火をつけ弱めの中火でとろみをつければ出来上がり、熱々のご飯にのせて召し上がれ。ソイミートを加えて親子丼風にしたり、ごぼうや高野豆腐などお好きな食材を卵とじ風にして楽しんでください。最後に卵風湯葉を使ってかきたま汁風を作ります。昆布だし 200ml に塩麹小さじ2を加え、ひと煮立ちさせたらしめじとスライスした椎茸を加えます。具材は青菜など野菜でもいいですが、きのこはいい出汁が出るので汁物にはおすすめです。きのこが煮えたら一旦火を止めて卵風湯葉を加え、必要に応じて食べる前に温めます。わかめやコーンを加えて片栗粉でとろみをつければ中華風スープになりますよ。いかがだったでしょうか。今日はブラックソルト、ターメリック、豆腐、湯葉を使って卵風料理のレシピをシェアしました。洋風和風とあり、どれもシンプルなレシピですので、お好みの野菜を足したり味付けを変えたりアレンジして楽しんでみてください。それでは See you next time!